こんにちは、ミッキーです。今回はケアンズ注目スポット6選としてご紹介します。オーストラリア屈指の美しい海が広がるケアンズ。シドニーやメルボルンもオーストラリアを感じる魅力あふれる街ですけれども、バカンスとして魅力を感じるならケアンズで間違いなし。なんといっても世界中からの観光客が一生に一度は訪れてみたい絶景グレートバリアリーフを楽しめる絶好のエリアです。加えてケアンズの魅力はコアラを抱っこできる点。コアラ保護の観点から抱っこが禁止な州も多い中、抱っこができる希少な州なので、ぜひ今回の動画を参考に触れ合ってみてほしいです。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。今回の旅は成田空港第3ターミナルからスタート。利用した航空機はジェットスターです。ジェットスターは LCC に位置づけられる航空会社ですけれども、十分に満足のいくクオリティでした。特徴的だったのは自動手荷物預け機。チェックインの機械から自身で手荷物用のシールを出力し、スーツケースに添付。そのまま自動で取り込んでくれる効果的な仕組みになっていました。ちなみにフライト時間は7時間40分。長めではあるものの、思いのほか行きやすく、時差も1時間の点も今回のケアンズの旅でおすすめなポイントでした。さて、ここからは機内のご紹介。今回ジェットスターはサプライズという旅行代理店を使ったんですが、絶対にお勧めしません。HIS の子会社とのことで安心していましたけれども、実は一度便の変更のためキャンセルをしたところ、キャンセル料として3ヶ月前のにもかかわらず20万円近くぼったくられました。もちろん問い合わせの対応も最悪。騙されたあなたが悪いと言わんばかりの高圧的な態度と返信の遅さになっていますのでご注意ください。ジェットスターでは搭乗日の55日前までは取り消し手数料かからないということだったんですけども、果たしてこの20万円はどこへ行ってしまったのでしょうか。いずれにしてもそういった手数料をごまかして懐に入れる最悪な代理店なので、この動画を見た方が同じ被害に遭わないようにサプライズという名前にはご注意いただいた上で、可能な限り航空会社の公式ページから予約するようにしてほしいです。ちなみに残念ながらこちらのジェットスターバナナブレッドとても美味しくなかったので、こちらもご注意ください。さて、早速不快な思いさせてしまって申し訳ないなと思いますので、ここからは旅の魅力を十分にお伝えできればと思います。さて、ケアンズ空港到着後はタクシーで移動。オーストラリアは Uber が使えるんですけども、SMS 認証は電話番号が通っているうちに行うことがおすすめなので、日本にいるうちに Uber の登録とアカウントの認証だけは済ませておいてほしいです。さて、ここで海外旅行保険についてご紹介します。海外旅行保険は個人的にエポスカードで付帯することをお勧めしています。おすすめのポイントは何といっても保険適用条件が簡単であるところ。パッケージツアーはもちろんのこと、航空券を購入したり、空港に向かうまでの電車、バス、タクシー代、いずれかの一つの支払いをエポスカードで行うだけで海外旅行保険が付帯されます。この手軽さがおすすめなので、まだお持ちでない方はぜひこの機会にカードに契約してみることをお勧めします。本動画の概要欄にも載せていきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに私が普段使っているのはビューカードと楽天カードなんですけども、まずはビューカードについて、こちらも結構お手軽になっています。と言いますのも、ビューカードでチャージしたスイカで空港まで移動することでも保険が適用されます。また、ツアー料金の支払いでも適用されます。ただ先ほどご紹介した航空券の購入は適用外なので、そちらはエポスカードの方が利点があるかなと思います。そしてもう一つ使っています楽天カードですけれども、こちらはツアー以外の支払いは適用されずに、例えばツアー申し込み忘れた場合に、エポスカードやビューカードに関しましては空港まで移動するだけで適用されるんですけれども、残念ながら楽天カードはツアー以外の支払いでは適用されませんので、そこがお勧めしていないポイントになっています。ちなみにオーストラリアの交通機関に関しましては、いずれもクレジットカードのタッチ決済のみで移動することができましたので、ぜひタッチに対応していますクレジットカード、特にエポスカードをお持ちの上で海外旅行に行かれると安心かなと思います。
さて、ここからはケアンズの街並みと合わせてエスプラナードボードウォークと呼ばれる遊歩道をご紹介します。今映している様子は早朝の様子になっていまして、天気もあまり良くなかった時なので、天気がいい日にはより美しい景色を眺めながら歩くことができる、そんな遊歩道です。エスプラナードとは海岸のそばを散歩するための舗装してあるか草が生えている長く伸びた囲いのない平地のこと。ボードウォークは遊歩道の意味です。ご覧の通り、エスプラナードボードウォークは海岸沿いをお散歩できる綺麗な道です。ご覧のように遊歩道は綺麗に舗装されていまして、見た目はもちろんのこと快適に歩くことができます。そんな舗装された道だからこそ、早朝からランニングされている方が多いのも印象的でした。さて、この遊歩道にはトレーニング器具やバーベキューコーナーが無料で開放されていまして、ケアンズの人たちが日々を充実して過ごすのにぴったりなインフラが整っていました。日本にいると舗装された道は当たり前のように感じられるかもしれませんが、海外を訪れると道がデコボコしているのは当たり前。前回のシドニーの動画や以前に公開したダナンの動画からももしかするとわかるかもしれませんけれども、歩きやすい靴でないと足に負担がかかりそうな道ばかり。そんな中、こちらの遊歩道は綺麗に舗装されていまして、見た目はもちろんのこと快適に歩くことができます。ちなみに海の景色も早朝から少しずつ潮が引いていきますので、朝と夕方では景色が異なってくるのも印象的です。そしてさらに印象的だったのはエスプラネードラグーンという無料のプール。こちらは全長約80メートル、幅約30メートル、水深は一番深いところで約 1.5 メートルのスケールの大きいプールになっていました。そんな住人たちの憩いの場ともなっているプールでは、遊泳したり読書をしたり思い思いの過ごし方をしている人で溢れていました。個人的に特に嬉しかったのは給水所が多い点。多くの人がマイボトルを持って移動し、無料の給水所で補給しているようだったので、旅の際は水を購入することなく水分補給ができる素敵な街でした。ちなみに先ほど映していましたエスプラネードラグーン、こちらのプールの水はケアンズインレットという入り江の水を浄水して使用しているとのこと。なので水はちょっとしょっぱめの海水になっていまして、見た目はプールだけれどもケアンズの海で泳いでいるのと同じ感覚で楽しめるようでございました。またケアンズでは日本ではなかなかお目にかかれないようなスケールの大きな植物がたくさん。熱帯地域だからこそ確認できるような木も確認できましたので、ぜひいろいろな植物を確認しつつ、お気に入りの1枚を写真に収めてみてください。さて、そんなケアンズの熱帯雨林は世界最古の熱帯雨林とも言われていまして、南米のアマゾンより8000万年も歴史が古いと言われておりまして、ケアンズ地域の熱帯雨林は世界最古だと認定されています。熱帯雨林は広大な範囲で広がっていまして、街を歩いている中でもたくさんの植物を見ることができます。ちなみに約9000平方キロという広さに広がっておりまして、東京都、神奈川県、埼玉県を合計した面積にも匹敵するとのこと。30の国立公園がこの熱帯雨林を管理していまして、生態系を維持しようと多くの方が日々努力しているとのことです。そんな自然あふれる空間だからこそ、ケアンズの地域には多くの動植物が生息しています。650種類以上の脊椎動物、230種類の蝶、数多くの爬虫類や哺乳類など、生物学者も驚くほど多様な生態系が共存しています。また森林には227の絶滅危惧種に指定されている植物が生息していまして、地球全体の宝として守っていかなければならない、そんな空間が広がっていました。さて、ここからは細かく見ていきます。こちらはラスティーズマーケッツというマーケットです。タイミングが合えばぜひ訪れてほしいこちらのラスティーズマーケッツ。金、土、日限定の営業で、営業時間は早朝5時から16時まで、日曜日は15時までになっています。今回私がケアンズ空港に到着したのが早朝の4時半だったので、到着早々訪れてみました。マーケット内にはローカルな野菜や果物をはじめ、アクセサリーや洋服、雑貨なども多数ラインナップ。新鮮な数々の食べ物を眺めているだけでもオーストラリアの食の充実度を感じることができました。以前のシドニー編のグルメ動画でもご紹介した通り、オーストラリアの食料自給率は驚異の 150% 以上。そんな食の充実しすぎているオーストラリアだからこその魅力をぜひ感じてほしいです。ちなみに
金土日の営業だからこそ、マーケット最終日の日曜日の14時から15時頃は商品を売り切るために野菜等が破格の値段で売られていることがあるようです。もしタイミングが合えばそのタイミングでとってもお得にいただいてほしいなと思っています。またカフェの聖地としても知られていますオーストラリアだからこそ、マーケットの中にもコーヒーショップが並んでいます。マーケットの中を散策するときにもコーヒーを片手に楽しむのもいいかなと思いますので、気になる方はコーヒーもテイクアウトしてみて楽しんでほしいです。さて、ケアンズにて欠かせない体験がコアラの抱っこ体験。現在、ケアンズシティ周辺で体験できる場所はここが唯一で、他のスポットへは車での移動が必要なので、何としても押さえておきたいポイントです。こちらはシャングリラホテル内でオープンしておりますケアンズコアラズ&クリーチャーズというコーナー。もともとはケアンズズーム&ワイルドライフドームというものがあったんですけども、そちらが閉園してしまったので、2023年11月からこちらのシャングリラホテル内のショッピングセンター1階で営業を再開しているとのことです。こんな感じで現地に訪れていただいて、整理券を配布していただいて撮影できるんですけども、英語力の面やスケジュールの面で事前に予約しておかなければ不安だという方もいるかと思いますので、概要欄には日本語で予約できるベルトラのリンクを貼っておきました。気になる方はそちらもチェックしていただいて確実に訪れてほしいです。こんな感じでコアラを抱っこしながら写真を撮っていただくことができます。一人が抱えながら一人が手を添える形で写真を撮ることもできるんですけども、個人的には一人一人コアラを抱っこしていただいて写真撮るのがおすすめだなと思いました。続いてご紹介するのはグレートバリアリーフを楽しめ、ケアンズシティからのアクセスも抜群なグリーン島への移動のご紹介。今回は先ほどのコアラ抱っこ体験でご紹介したベルトラのツアーを利用して移動することにしました。ツアーは1人当たり116オーストラリアドル、約1万2000円程度で楽しむことができました。ちなみに移動のフェリーは揺れが強く酔い止め必須。この動画を確認された方はすぐに酔い止めを購入してスーツケースに忍ばせておくことをお勧めします。船内での乗船時間は約45分程度。そこそこ長いので景色を眺めるのもいいですけど、何かしら時間を潰す用意もしていただくといいかもしれません。さて、ここからはベルトラの予約画面を見ながら予約のおすすめポイントをご紹介。私自身可能な限り公式サイトでの予約を海外旅行でも行っているんですけども、移動を伴ったアクティビティなどではこちらのベルトラさんにお世話になることが多いです。大きく魅力は2つで、まずは日本語で予約できる点、そして今回最も大きかったのが前日でも予約できた点です。冒頭の映像からもわかるかもしれませんが、今回到着時から天候が不安定だったので、グリーン島を訪れるタイミングは天候を考慮していました。そんな中、ベルトラのツアーは前日でも予約が可能だったので非常に助かりました。こちらも私が予約したツアーの内容を概要欄に載せておきますので、気になる方はそちらから確認してみてほしいです。さて、そんなツアーでの移動の末、たどり着いたのがこちらのグリーン島。ケアンズの人気ナンバーワンの観光スポットとの呼び声も高く、長い年月をかけて砂が堆積してできた島。鳥たちが運んできた木々の種で熱帯雨林が形成された海と緑両方を一度に楽しむことができる魅力あふれる島になっています。グリーン島自体は面積も小さいので、実は歩いて1時間もすれば島が一周できてしまいます。そんな島でありつつ、島内は道が舗装されていますので、歩く際にも心配はありません。そして大きな魅力はグレートバリアリーフのサンゴ礁。先ほどご紹介したツアーに申し込みますと、シュノーケリングセットをレンタルすることができますので、そちらを利用して島の周りのサンゴや熱帯魚を間近で見ることができます。今撮影している様子はスマートフォンを防水ケースに入れて撮影しています。実は私 GoPro を使って最初撮影してたんですけれども、まさかの GoPro 自体が水没という何とも言えない結果になってしまったので、実は防水性に優れた GoPro よりもスマートフォンをケースに入れる方が確実なのかもしれません。ダイビングなど水深があまりにも深い場合にはスマートフォンがその水圧に耐えられないかもしれませんけれども、シュノーケリング程度であれば撮影もしっかりすることができますので、皆さんもぜひ撮影してみてください。ちなみにツアーではシュノーケリングセットの代わりにグラスボトムボートという
船底がガラスでできている船からサンゴや熱帯魚を見れるコースもあったんですけれども、個人的には泳ぐことができないなどの理由さえなければシュノーケリングをお勧めします。ちなみにサンゴは海の貴重な資源なので触れることのないようご注意ください。また今回私は遭遇できなかったんですけれども、運がいいとウミガメにも遭遇できるようなので、時間に余裕があって体力に自信がある方は根気強く探してみてほしいです。そしてシュノーケリングの後はぜひ島内の散策を、珍しい鳥そして植物を楽しんでください。さて、今回宿泊したのはライリー・ア・クリスタルブルックコレクションリゾートという2018年11月にオープンした比較的新しいホテルです。先ほどもちらっと触れましたけれども、今映しているのは4時半に到着して早朝に向かっている様子なので少し暗めです。昼になりますととても美しい景色が広がっていますので、こちらのホテルより魅力的に感じるかと思います。評価は5つ星なのですが、間違いのないクオリティだと感じることができました。以前の特集でシドニーの5つ星ホテルをご紹介していますが、そちらと比べても格段に快適に過ごせるかと思います。ちなみに対応言語は日本語、英語、スペイン語とのことなので、今回基本的には英語でコミュニケーションを取ってたんですけども、日本語でも安心して滞在できそうです。また館内にはウォーターサーバーも完備されておりまして、部屋にはオリジナルのエコボトルも設置されていますので、滞在中お水に困ることはまずなさそうです。部屋のタイプはシービューとシティビューがありまして、今回はシティビューを選択。シティビューと言いますと味気ないイメージかもしれませんけれども、ケアンズという街並み自体が自然あふれる美しい空間だということもありまして、十分に気持ちよく過ごせました。またご覧のようにホテル内のプールを楽しめる点もおすすめポイント。今回訪れたのが2月で、ケアンズはまさに夏。少し移動するだけでも汗ばんでしまう気温だったので、ホテルに戻るたびプールでリセットできてとても快適でした。ちなみにプールの周辺ではバーを設置していますので、カクテルやビールを楽しみながら日光浴をすることもできます。先ほど遊歩道でご紹介した無料のプールはアルコールの持ち込みが禁止だったので、大人の楽しみ方をするならホテルのプールが間違いなさそうです。さて、こちらは先ほどご紹介したシティビューのアーバンキングルーム。2泊で 36,806 円で泊まることができました。こちらはアゴダで予約してますので、気になる方は概要欄からチェックしてください。ご覧のようにシティビューであっても一般的な街中で想像するような向かいが高層ビルで全然景色が抜群でないということはなく、むしろ緑あふれるとても素敵な空間を見ることができます。ご覧のように水回りもとても綺麗です。今回朝食はつけなかったんですけれども、次回公開予定のケアンズグルメ特集からもわかる通り、ケアンズはカフェでの朝食メニューがとても充実。そちらでも十分に楽しめますので、素泊まりでもいいかと思います。また、室内のテレビはスマートフォンからのキャストも可能だったので、YouTube などをつないで視聴することも可能です。こちらは夜の様子。夜になるとライトアップもありまして、また違った素敵な空間が広がっています。夜でもプールに入ることができますので、ナイトプールを楽しむのもいいかもしれません。また、今回は利用しなかったんですけれども、ルーフトップにあるロッコというレストランでは、ケアンズ市内やオーシャンビューを眺めることができるとのこと。そちらのルーフトップは水曜日と木曜日が定休日なので、タイミング次第では訪れることが難しいかもしれませんけれども、もし余裕があれば訪れてみてもいいかもしれません。そして最後に夜の体験としてお勧めしたいのがケアンズナイトマーケット。ナイトマーケットに向かうまでのケアンズの街並みも昼間とはまた違った幻想的な空間なので、そちらも楽しんでほしいです。こちらは1991年に誕生した屋外マーケットで、オーストラリアでは初となるナイトマーケットだったとのこと。毎日16時半から営業していまして、雑貨や洋服の買い物やマッサージも体験できます。ちなみにフードコートは午前10時から深夜まで営業。今回はご覧のようにチュロスを楽しみましたけれども、アルコール類を含め様々な魅力あふれる店舗が70以上ございますので、じっくりと楽しんでみてほしいです。最後になりますけれども、ケアンズはとても治安がいいです。
なので夜でも比較的安全に過ごせるんですけども、そもそも9時以降はあまりお店が開いてない様子なので、夜はこちらのナイトマーケットを楽しみつつ、なるべく朝活をするのがおすすめです。以上、今回はケアンズ注目スポット6選としてご紹介しました。先日公開しましたシドニー注目スポット19選に比べて少し少ない印象かもしれませんけれども、ケアンズはスポットの少なさ以上に体験がとても素晴らしいです。今回の旅ではケアンズに丸2日、シドニーに丸3日いたんですけれども、もう1日、もう2日ゆっくりと過ごしたかったなと思えたのがケアンズでございました。途中でもご紹介しました通り、ケアンズまでのフライトは7時間半程度と思っていた以上に短かったですし、日本に対して時差も1時間しかなかったので、とても訪れやすいかなと思ってます。ご飯もとても美味しくて、景色もとても美しい。朝活もできるので健康的になれる。そんなケアンズの魅力、ぜひご自身でも体験してほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。